球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は全ウルトラ怪獣の中でも最強候補の一体に名前が必ず上がるウルトラマンマックスに登場したあのチート怪獣完全生命体イフ、このイフに単体で勝てそうなウルトラマンをチートラマン以外で3人紹介していきます。細かく見ていけばもっとたくさんいるかもしれませんけど、分かりやすく勝機がありそうな3人をチョイスしましたので、最後まで楽しんでいってください。はい、ではまずイフとはどんな怪獣だったかさらっとおさらいしますと、相手から受けた攻撃をそっくりそのまま返すという能力を持っています。殴れば殴り返してくるし、光線を打てば光線を打ってくるし、デコピンしたらデコピンを返してきます。多分。しかも一度身につけた能力はそれ以降も使うことができて、体がバラバラになるような攻撃を受けても即再生してしまう意味がわからない能力も持っています。その2つの能力を両立させたらあかんやろって感じなんですけど、とはいえ何もしなければ何もしてこないので、最強というよりかは無敵といった感じの能力ですね。ウルトラマンマックスも勝てなかっためちゃめちゃ強い怪獣ですけど、果たしてこのイフに単体で勝てる可能性のあるウルトラマンなんているのってことなんですけど、います。まず1人目はウルトラマンダイナミラクルタイプです。ミラクルタイプはスピードと超能力が武器の形態でめちゃめちゃ強いです。このミラクルタイプの必殺技にレボリウムウェーブというぶっ飛んだチート技があります。どんな技かというと、時空エネルギーを光線状にして打ち出して敵の動きを封じつつ、敵の背後にブラックホールを出現させて敵を吸い込んで超重力で圧殺して跡形もなく消滅させる技です。まさに必殺技といった感じで、当たればほぼ勝ち確定のチート技で、レイキュバスとか古学長とかデマゴーグといった強敵たちもこの技で倒しています。バリアで防がれたりかわされたことは一応あったんですけど、当たったのに効かなかったのはジオモスだけで、ほとんどの敵は当たれば勝てます。では問題のイフの野郎にはどうかってことですよね。まずかわされる可能性はってことなんですけど、ほぼないと言ってもいいですね。まずどんな攻撃でも受けてから返すのがイフですから。次にバリアで防がれる可能性ですけど、ダイナがレボリュームウェーブを打つ前にイフの攻撃をバリアで反射させて攻撃をイフに当てていたら、そのバリアの能力をコピーされている可能性はありますけど、かなり限定的ですので今回は考慮外とします。じゃあレボリュームウェーブが当たるということなので、ミラクルタイプに十分勝機はありますよね。ブラックホールに吸い込まれたんだから返すも何もないよねっていうのが一番シンプルな結末なんですけど、そのままダイナが勝つという結果と、一度消滅させてそれでも再生されてレボリュームウェーブを返されるパターンで、再生されるけどその再生したのがブラックホールの先の世界で、結果ダイナの勝ちというパターン。そもそも吸い込まれずに踏みとどまられてレボリュームウェーブを返されるというパターンと、パターンとしてはこんな感じかと思います。イフの能力もレボリュームウェーブも不明な点が多いというか、解釈次第でどういう展開になってもおかしくないかなと思います。けど普通に戦うよりはウルトラマンダイナのミラクルタイプが戦えばぐっと勝つ確率は上がるということが分かっていただけたかと思います。皆さんはイフにレボリュームウェーブを当てたらどうなると思いますか？コメント欄で教えてください。イフに勝てそうなウルトラマン2人目はこちら、ウルトラマン X。 もう皆さんお分かりだと思います。そうです、ザナディウム光線です。ザナディウム光線は当たった時に大爆発が起こるので、物理的ダメージを与えつつも敵をスパークドールズという人形に変えてしまう光線ですので、それ当てれば勝てそうというか勝てる可能性があると思いませんかということです。ただこのザナディウム光線なんですけど、ダークサンダーエナジーで凶暴化している怪獣とか、エンマ獣ザイゴーグには当たってもほぼシカトされていたんですよね。そこがレボリュームウェーブに比べて信頼度が少し落ちる点かと思います。先ほど説明しました通り、イフに光線が当たるのはほぼほぼ確定なので、当たった後にそのままスパークドールズ化して X の勝利のパターンと、当たったけどスパークドールズ化しない、そしてその後返されるというパターンと、スパークドールズ化した後そのスパークドールズが元に戻って、その元に戻ったイフにザナディウム光線を返されるというパターン、このどれかのパターンになるのかなと思います。個人的にはイフは良くも悪くも純粋なので人形化すると思うんですけど、これも実際戦ってみないとわからないといった感じですね。イフはイフに何かアクションを起こした側の気持ちみたいなものもその後のイフの行動に反映させてる気がするので、イフを倒そうとしているのか仲良くなろうとしているのかみたいな、
だから光線を打つ時の X とか大地の心理状態も結果に関係してきそうだなと個人的には思います。皆さんは IF にザナディウム光線が当たったらどうなると思いますか？コメントお待ちしています。最後は勝機があるとかじゃなくて、ほぼ確実に勝てるんじゃないかというウルトラマンです。そうだね、ウルトラマンコスモスだね。これはもうほぼ勝てるんじゃないかと思います。もはや勝つという表現も違う気がしますけど、コスモスは皆さんご存知の通り慈愛の戦士で、優しくて穏やかな性格をしていて、戦闘スタイル的にも怪獣を沈めて保護するのが基本方針ですから、イフとは相性バッチリですよね。まず戦闘にすらならないんじゃないかというレベルですけど、仮になったとしてもフルムーンレフトで一発解決だと思います。イフは他の強い怪獣とは違って必殺技が効かないとか攻撃は通じないとかじゃなくて、むしろその逆で、マックスのマクシウムカノンでバラバラになったシーンを見ていただけたら分かる通り、攻撃を受けてから再生してそれをそのまま返すという能力ですから、100% 攻撃の意思のないフルムーンレフトはドンピシャで効いて間違いなくおとなしくなると思います。ではなぜあえてほぼ勝てるという言い方をしたのかと言いますと、フルムーンレクトってロボットとか機械には効果がないんですよね。だから詳細が一切不明なイフが実は生物じゃなくてワンチャン誰かが作ったものだったとしたら話が変わってくるので、その可能性を残してそう言いました。イフが生物だった場合はコスモスが負ける可能性はないと言ってもいいと思います。まあコスモス以外にも沈静化系の技を持ってるウルトラマンいますけど、一定の戦闘をしてからそっちに移行する他のウルトラマンに対してまずは保護しようとするコスモスだと全然勝率が違うと思いますので、今回はこの3人のチョイスになりました。以上、ダイナミラクルタイプ X コスモスが完全生命体イフに勝機があるウルトラマン3人でした。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではさよなら。